はい、皆様こんばんは。沖縄アジア交流イベント、島をつなぎ、暮らしと文化を語る第2回交流イベント、地域にとってサステイナブルなツーリズムとは、竹富島とペナン島をご覧くださり、誠にありがとうございます。私は本日の進行役を担当いたします。株式会社東洋企画印刷、雑誌ももとの編集長の井上千鶴と申します。よろしくお願いいたします。さて、今日はですね、沖縄県の竹富島とマレーシアのペナン島を結んでお届けします。まず、国際交流基金アジアセンターの方からちょっとご挨拶がありまして、その後、竹富島からのプレゼンテーションを30分。これは同時で行います。それから、3番目、ペナン島からのプレゼンテーションを30分。こちらも同時通訳で行います。で、次に、2番、3番のそれぞれの登壇者によります、このフリーディスカッションというのを行います。こちらはですね、逐次通訳。日本語で話したら英語訳が入って、英語で話したら日本語訳が入るという形でディスカッションを行います。で、その後、Q&A のコーナーを10分ほど設けております。では、ここで。このイベントの主催者であります国際交流基金アジアセンターの武田康隆さんより一言ご挨拶いただきます。武田さん、お願いします。はい、皆さん、こんばんは。本日は島をつなぎ、暮らしと文化を語るにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。国際交流基金アジアセンターの武田と申します。本日のウェビナーですけれども、1月の8日に引き続きまして、今回が2回目の開催となります。先ほど井上さんからもご紹介がありました通り、今回はですね、竹富島とマレーシアのペナン島を結んでの意見交換とディスカッションをすることになっています。沖縄は皆さんご存知の通り、今年2022年ですね、日本に復帰して50年の節目の年にあたります。私たち国際交流基金アジアセンターでは、この1月から2月にかけて、沖縄とアジアの国々や地域を結ぶ事業を実施しています。現在ですね、東京や大阪といった大都市のみならず、日本のさまざまな地域にはアジアからやってきた人々が暮らしていたり、また観光客として訪れたりしています。今はですね、新型コロナウイルスの影響で、国境を越えた往来がストップはしていますけれども、コロナ後はまたそうした動きが活発になるというふうに思います。私たちの身近にいるアジアの人々、一体どのような文化的バックグラウンドを持っているのか、また、各国と日本との間で文化的に、あるいは社会的にどのような共通点ですとか課題があるのか、そうしたことを知っていただくためのイベントを複数実施しています。今回は前回に引き続きまして、持続可能な観光、ツーリズムとはというテーマでお話をいただけるというふうに聞いております。とても私自身お話を伺うのが楽しみです。なお、この島をつなぎ暮らしと文化を語るのシリーズのほかに、伝統芸能に関する事業を国立劇場沖縄との共催で2月に実施をする予定にしております。今回のプロジェクトを通じまして、沖縄と東南アジア各国との間の理解というものを文化の観点から促進できますことを願っています。最後になりましたけれども、雑誌ももとを発行する共催の株式会社東洋企画印刷様、今回ご登壇いただく竹富島の上瀬戸匠さん、そしてアン・ミンチーさん、ペナントのアン・ミンチーさんに感謝を申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。今日はオフィスからということで、マスクで大変失礼いたしました。これで終わります。どうもありがとうございました。武田さん、ありがとうございました。さて、共有画面に戻りまして。はい、まずはこちらの地図をご覧ください。竹富島はですね、今日私はですね、今、竹富島ではなくて、沖縄県那覇市首里、こちらのマークのここにおります。で、今日は首里を拠点としまして、沖縄県内の竹富島、それからマレーシアの
ペナン島ジョージタウンをつないで、このイベントを開催してまいります。はい、竹富島がどこにあるか、こちらをご覧ください。竹富島はですね、ここです。これです。北緯24度、東経124度に位置しており、沖縄県の県庁所在地、那覇市から約417キロ離れております。これは日本の本州で言いますと、東京から神戸に匹敵する距離なんですね。で、移動するときはですね、那覇空港からこのように飛行機で約55分。それから石垣島からは高速艇に乗って約10分。地図上でちっちゃくて見えないんですけど、本当に目と鼻の先、10分の距離ですので近いんですね。で、沖縄県はかつては、琉球という独立国でしたけれども、この距離を見てお分かりの通り、王都首里があるのはこの那覇市ですね。首里と竹富島にはこれだけの距離がありますので、そもそも少し異なる文化を持っています。竹富島はそうした島の伝統文化を非常に誇りに思っていらっしゃる人が多くて、それを大切に受け継いでいる島です。はい。実は琉球にはですね、現在のマレーシア、この辺ですね、はい、こちらと交易していたという歴史があります。ペナン島からはちょっと距離があるんですけども、マラッカ王国、マラッカですね、ここ。マラッカには、1463年から、1511年までの間に18回、この琉球からこの船を出してですね、交易をしていたという記録が残っています。さて、今日つなぐもう一方のペナン島なんですけども、こちらは北緯5度、東経100度に位置しております。赤道に近い熱帯のペナンから見るとですね、亜熱帯の沖縄って少し寒いのかなっていうふうに感じてしまいます。東京からペナン島までの距離は約5200キロ。遠いですね。でも、那覇からですと約3700キロ。竹富からですと約3300キロと考えると、なんとなく昔の琉球人がこのマラッカとの、交易をしていたっていう距離感がなんとなくつかめるかと思います。はい、ペナン島はですね、マレーシアの首都クアラルンプールから約320キロ、那覇から竹富よりもちょっと近いですね。飛行機で移動すると約60分、高速バスで陸路を行くと約5時間かかるそうです。日本の本州でいうと感覚としては多分東京と名古屋ぐらいの土地勘になるかと思います。で、ペナン島も島なんですが、規模がちょっと竹富と異なりますので、単純に比較することはちょっと難しいかなと思います。とはいえですね、ペナン島も竹富島も観光地としては大変人気がありまして、コロナ前はオーバーツーリズムが問題となっていました。特にジョージタウンはジョージタウン、この辺ですかね。はい。世界文化遺産にも登録されてますので、世界中からツーリストが訪れる一大観光拠点でもあるわけです。しかし、竹富島もジョージタウンも、そこに暮らす人の暮らしがあって、観光客のためにもちろん島が存在しているわけでもありません。地域の暮らしと観光が共存すること、地域にとって持続可能なツーリズムとはどのようなものであるべきかをテーマに、それぞれの現状や地域目線で見た、あるべき姿というのを共有しながら、課題を解決するためのヒントを探っていきたいと思います。はい。では、まず、竹富島のプレゼンテーターであります、エシカルアイランド竹富島の上瀬戸匠さんをご紹介します。匠さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい。では、ペナン島ではですね、ジョージタウン世界遺産公社ゼネラルマネージャーのアン・ミンチーさんがスタンバイされています。アンさん。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですが、上瀬戸匠さんの方から竹富島での取り組みについてプレゼンテーションをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、
発表していきたいと思います。竹富島の持続可能な暮らしと観光ということで、紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。まず自己紹介をさせていただきます。私の名前は上瀬戸匠と申します。私は竹富島生まれ、竹富島育ちの35歳です。竹富島で子育てがしたいという子供の頃から、本当に中学校の時からの夢を叶えて、4歳の娘と2歳の息子の父親をしています。夏の夕方にはこの写真で写っている美しいコンドイビーチで泳ぎ、その後砂浜で夕日を眺めながらピクニックをして、夕食を食べるっていうのが大好きです。どうぞよろしくお願いいたします。竹富島の紹介です。竹富島は日本の南西に位置し、人口は360名、外周は 9.2 キロの小さな島です。サンゴ礁が隆起してできた島だと言われています。主な産業は観光業で、水牛車観光、バス観光、レンタサイクル、飲食店、宿泊施設など、島民の多くは観光のお客さんを相手に仕事をしています。竹富島の特色は赤瓦屋根の家屋、石灰岩を積んだ石垣、グックと言います。白い砂の道といった伝統的な街並みを保存しています。これはうちの民宿の泉屋です。屋根の上には可愛いシーサーが乗っています。集落内は、水牛車が走っており、島のおじいが三線を弾いて歌を歌い、島を案内してくれます。このエメラルドグリーンの美しいコンドイビーチには、夏には多くのお客さんが来て、海で泳ぎます。皆様ぜひ一度竹富島に来てください。そんな竹富島の観光にも課題があります。空港や多くのホテルがある石垣島から船で15分の竹富島には、コロナ禍以前は毎日多くの日帰り観光客が来島しており、年間50万人とも言われていました。年々増えていく観光客に伴い、大型化する観光、オーバーツーリズムに島民は竹富島の観光はこのままでいいのだろうかと考えていました。2020年のコロナ禍によって観光業が停止したのを機に、今後の竹富島の観光について考えるいい機会だと思い、今回の国際交流の企画に手を挙げさせていただきました。これからの竹富島の持続可能な観光、サスティナブルツーリズムを考えたとき、まずはじめに頭に思い浮かんだのが、祖父母の若かった頃の暮らし方についてです。電気や水道もなかった時代の暮らし方を知ることで、これからの二酸化炭素やゴミを出さない暮らし、観光の参考になるのではないかと考えました。今日は、祖父の時代、1945年から1990年、父の時代、1990年から2020年、私たちのこれからの時代、2020年から未来ですね。と3つの時代に区切って竹富島の暮らしと観光について考えていきます。第1章、祖父の時代、1945年から1990年。1番、終戦、そして日本復帰へ。私たちの住む沖縄は1945年の終戦から1972年まで日本ではなくアメリカの統治の下で暮らしていました。戦前、台湾などに出稼ぎに出ていた島民は、敗戦によって仕事がなくなり、竹富島に戻ってきて、2000人以上の島民が竹富島で貧しい暮らしをしていたそうです。現在のように水道や電気は通っておらず、竹富島には観光業はまだありませんでした。竹富島には山や川が稲作ができないため、西表島まで帆を張った木造船、サバニで渡り稲作をしていました。当時は集落から海岸まで
畑を開墾し、芋などの農作物や海で採れた魚や貝を食べて暮らしていました。2番、観光の始まりと土地の買い占め問題。1972年、沖縄が日本に復帰し、パスポートがいらなくなったこともあり、多くの観光客が来島するようになりました。その前後で、当該資本による土地の買い占めが始まり、島の若者は畑を辞め、土地を売り、そのお金で都会に出て働きに行くようになりました。祖父の昇とその仲間たちは、当該者に土地が買われ、島の自然、文化が崩壊すると危機感を持ち、竹富島を生かす会を立ち上げ、乱開発を止めるために土地の買い占め、売り渡し反対運動を行いました。祖先が守り続けた島の土地を当該の人に売らないでくれ。金は一代、土地は松代をスローガンに土地の買い占め問題の解決に向け尽力しましたが、集落の外の土地は転売されてしまったところもあり、土地買い占め問題は現在、リゾート開発問題と変わり、現在でも続いています。3番、竹富島憲章制定と赤瓦町並みの保存。こうした土地の買い占め問題に対し、本土企業の進出、あるいは大型開発から身を守るために竹富島憲章の制定を行いました。基本理念は以下の通りです。1番、売らない。島の土地や家などを当該者に売ったり、無秩序に貸したりしない。2番、汚さない。海や浜辺、集落等、島全体を汚さない、また汚させない。3番、乱さない。集落内、道路、海岸等の美観を広告、看板、その他のもので乱さない、また島の風紀を乱させない。4番、壊さない。由緒ある家や集落景観、美しい自然を壊さない、また壊させない。5番、生かす。伝統的祭事行事を島の精神的支柱として民族芸能、地場産業を生かし島の振興を図る。今後のサスティナブルツーリズムを考える上でも、この竹富島憲章の基本理念が大きな主軸となります。また、この赤瓦の家が立ち並ぶ町並みを守るのも簡単ではありませんでした。1980年代から沖縄全土でコンクリート製の2階建て以上の家屋が立ち始め、竹富島の民家も新しく建てるなら大きくて頑丈な2階建てのコンクリートのお家がいいと考える人が多かったそうです。しかし、その頃、民宿に泊まりに来た多くの民芸学の先生と話をしていた祖父は、この赤瓦の町並みをぜひ守ってほしいというその多くの先生方の声を聞き、この伝統的な赤瓦の町並みを守るためのルールを作ろうと島民と話し合いを行いました。祖父は教育委員長となり、町に進言し、竹富町歴史的景観形成地区保存条例を制定し、1987年、国より重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。島の土地が転売されないよう活動し、島民の生活が壊されないよう竹富島憲章を作り、伝統的な町並みを守るためのルールを作るよう尽力した祖父でしたが、1999年に不慮の事故で亡くなってしまいます。4番、竹富島の親父とアンマー、宿泊客の思い出。民宿泉屋には50年近く通っている常連のお客さんがいます。そのお客さんから当時の話を聞くと、祖父はとても厳しい人で、男で髪が長いと、何かその髪は切ってこい
と怒鳴られ、朝早く魚を取るからついてこいと叩き起こされ、また朝早くから庭の掃除をよく手伝わされたと言っていました。しかし祖父はただ怖いだけではなく、お客さんを、船を出して海にシュノーケルに連れて行ってくれたり、夜は庭にゴザを引き、泡盛を振る舞い、三線を弾き、歌を歌い、踊りを踊って宴会で宿泊客をもてなしたそうです。祖母は真面目な人で、朝から畑に出て野菜を作り、当時はスーパーマーケットもないので、昼のうちから夕食の仕込みをしていたそうです。まだ島に水道が通っていない時代なので、祖母はわざわざ井戸の水を汲んできてお客さんのためにお風呂を沸かしたのに、それを知らずお客さんは、お風呂の栓を抜いてしまって大激怒されたと言っていました。海で魚を取り、畑で野菜を育て、それを料理し、物や資源は少ないながらも、あるものへの感謝を忘れず、自然と共に暮らす生活こそ、これからのサスティナブルツーリズムの手本となるのではないかと考えています。第1章、まとめです。日本復帰前は、畑で野菜を作り、海で魚を取る半農半漁の暮らしだったが貧しかった。日本復帰後、観光業で島は栄え始めたが、土地の買い占めや伝統的な町並みの消失の危機を防ぐため、竹富島憲章や町並みの条例の制定に努めた。民宿では、魚を取り、畑仕事、掃除、宴会など、宿泊客とともに体験を提供していた。第2章、父の時代、1999年から2020年。竹富島の年間入域者数は、1995年には11万人でしたが、10年後の2005年には41万人、さらに2015年は51万人と、20年間で約5倍に近く、観光客は増加しました。2000年代になると、大人数の団体客がメインターゲットとなり、観光の大型化が進みました。90人乗りは220人乗れる船に変わり、観光バスは運転手1人でより多くの客を乗せられるよう、20人乗りのバスが導入されました。集落の道は軽自動車がギリギリすれ違えるほどの細い道です。大きなバスが通ると、歩行者や自転車に乗る人はひかれそうになり怖い思いをします。また、交通量が増えるにつれ、白い砂の道は凸凹がひどくなり、自転車で転んで怪我をする観光のお客さんも増えてきました。そこで島民が考えたのは、集落内はなるべく車が走らないよう、集落の外側に環状線を作ろう。水牛車乗り場やレンタサイクルに行くときは、集落に一番近い入り口から入ることと決め、白く舗装した大きな道を作りました。私は子供の頃、左の写真のように、昔ながらの轍が残る細い道を通って、海岸まで行くのが好きでした。進学のため島を離れている間に、好きだった細い道が舗装され、たのを見て、子供の頃の思い出が壊されたようなショックを受けたのを今でも覚えています。また、竹富島には多くの生き物が生息しており、ヤシガニやシロハラクイナ、を環状線の道でよく見かけます。昔の細い道なら身を潜めながら横断できたものの、道が大きくなり、車の交通量が増えたことで横断しにくくなり、右往左往して車にひかれそうになってしまいます。隣の西表島では
天然記念物のイリオモテヤマネコが車にひかれる事故が多くあり、生息数の減少の原因ともなっております。海岸にはペットボトルやプラスチックごみが散乱。道に面して自動販売機が設置されるようになり、ペットボトルなどのゴミが多く出るようになりました。適切にすべてが処理されていればいいのですが、歩いたままや自転車に乗ったまま、飲んだゴミが藪や海岸など人目につかないところにポイ捨てされることも少なからずあります。また、カフェでテイクアウトした際に出るプラスチック容器や弁当柄は、海岸で風に飛ばされたり、カラスや猫がつついて散乱し、回収されないままになったのを目にします。また、世界中でプラスチックやペットボトルを多く使う生活になったことで、毎日のように国内外問わず、海洋ゴミが竹富島の海岸に漂着します。使い捨てをしない持続可能な暮らし方を地球規模で考えなければいけません。3番、土地が転売された末、リゾート開発問題へ。日本経済のバブルで1990年代からですね、投資目的に転売され、不況で借金の抵当になるなど転がされてきた土地は、2019年にはコンドイビーチの近くに新たなリゾートホテルの建設計画が出てきました。島民はこれ以上リゾートホテルが増えると水道の使用量が増えて水が足りなくなるのではないだろうか。排水の処理はどうするのだろうか。コンドイビーチの海が汚染されるのではないだろうか。医療体制が整っていないため、宿泊客の救急搬送はどうするのだろうか。消防団員や診療所の医師の負担が増えるのではないだろうか。という疑問や不安が多くあり、竹富島にこれ以上のリゾートホテルは建てないと公民館の総会で決議しました。1960年代から祖父の時代に貧しくて手放された土地が60年以上経った現在、リゾート開発の波となり、竹富島に押し寄せています。これは私が竹富島の島民のリゾート開発に対する思いを竹富島を愛する多くの皆様に知ってほしいと思い作成した動画、竹富島の声を聞いてくださいです。どうぞご覧ください。竹富島の美しいコンドイビーチにリゾートホテルを作らないでください。静かな時間を穏やかな暮らしを守りたい。不便さを楽しめる心の豊かさを大切にしたい。祭りや歌を言葉や街並みを島の伝統を守りつなげたい。水や電気を限りある資源を大切にしたい。排水やゴミで島を汚したくない。美しい海を多くの生き物を豊かな自然を守りたい。島の声を聞かない開発はならぬ。はい、ありがとうございます。第2章のまとめです。観光の大型化に伴い、大型バスや貸し自転車が増加し、日帰りのファスト観光が主流となった。ペットボトルやプラスチックなどの使い捨てのゴミが増えた。買い占められた土地が転売され、リゾートホテルの建設問題に発展した。これらを見ると、父の時代が悪かったかのように思えますが、そうではありません。観光客の増加により収入が増え、
祖父の生きた貧しい時代と違い、生活に金銭的余裕が生まれました。父は観光バス、母は民宿で働き、稼いだお金で私たち子供を県外の大学に進学させてくれたこと、休日には夏には海で、冬には内地の雪山で遊ばせてくれ、多くの体験をさせてくれたこと、本当に感謝しています。そのおかげで私も竹富島で子育てがしたいという夢を持ち、叶えることができました。第3章、これから私たちの時代へ、2020年から未来。1番、コロナ禍による観光業の停止。2019年はリゾート開発問題で揺れた竹富島ですが、2020年からコロナウイルス感染拡大のため観光客が減少し、数ヶ月間、島のすべての観光事業者の営業が停止しました。その間は島民以外、石垣島から竹富島に渡る船に乗れなかったため、私は生まれてから初めて観光客がいない竹富島を体験することができました。バスや自転車が走らないため静かになり、虫や鳥の声がよく聞こえました。クイナやヤシガニ、セマルハコガメも縦横無尽に我が物顔で歩いています。排気ガスも減ったため空が青く、海がキラキラ輝いていました。私は竹富島本来が持つ自然の豊かさ、美しさに目にし感じることで、この竹富島の自然をいつまでも守れるような暮らしをしたいと考え、サスティナブルツーリズムについて学ぶきっかけとなりました。コロナ禍の観光業が停止した中、観光業者が集まり、量から質の観光に移行するにはどうしたらいいのだろうか話し合い、観光ルールを作って観光のお客さんに知らせよう。コロナの感染防止や台風時の対策など島外に発信しようという意見が出、実現に向けて動いています。また、島の子どもたちとビーチクリーンや海洋ごみ勉強会を行い、このゴミは失礼しました。2番、量から質の観光へ。持続可能な暮らしやサスティナブルツーリズムを一時の流行りで終わらせることなく、本当に持続していくためには、世代を超えて取り組まなければいけません。兄は祖父の時代に乗っていたサバニ、木の船ですね。サバニを復刻し、竹富島の海を満喫するツアーを行っています。兄のサバニに島の子どもたちを乗せるサバニ体験や、私はエシカルアイランド竹富の事業としてマングローブの生き物観察会を行いました。また、島の子どもたちとビーチクリーンや海洋ゴミ勉強会を行い、このゴミは誰が出してどこから来たのか学びました。今後は島民だけでなく、観光のお客さん、皆さんと一緒にビーチクリーンツアーを行っていきます。また、竹富島地域自然資産財団では、漂着したペットボトルを繊維会社に送り、繊維にアップサイクルする事業を行っております。これからの時代、ゴミや二酸化炭素を出さないこと、自然や文化を守ることが重要です。これから私たちが今までの観光を続け、稼げたとしても、次世代ではゴミがあふれ、温暖化により島に住めなくなり、自然や文化がなくなってしまっては持続可能ではありません。これからも美しく豊かな竹富島があるからこそ、私たちの観光業を続けられるのです。持続可能な暮らしを実現し、来島するお客さんと共有することがサスティナブルツーリズムだと思っています。
第3章のまとめです。コロナ禍をきっかけに質の高い観光について話し合いをしました。島の自然の美しさ、豊かさをいつまでも守りたいと考えました。島の子どもたちと体験学習を一緒に行うことで、次の世代まで竹富島の自然と文化をつなぐことができるようになります。最後、3つの時代に区切って竹富島の暮らしと観光について考えた結論です。持続可能な観光を行うため、持続可能な観光を行うためには、持続可能な暮らしが不可欠。1番、竹富島の魅力、自然と文化を体験を通して再認識すること。2番、竹富島の魅力、自然と文化を守り、つなげるためには、教育、仕組み作りが必要であること。3番、竹富島の魅力、自然と文化を伝えること。体験を提供することこそ、持続可能な観光であるということです。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。個人のファミリーヒストリーから島の現代史を見渡すという感じで、未来を担う世代としての考え方も非常に興味深いプレゼンテーションであったと思います。さて、それではですね、ペナントジョージタウンのプレゼンテーションをお願いしたいと思います。はい。アンさん、大丈夫でしょうか？よろしいでしょうか？ Yep, thank はい。 you. はい、じゃあよろしくお願いします。Okay, good evening. My こん name ばん is は。私の名前はアンミーチーと申します。私のことはアンさんと呼んでください。Japan Foundation, in particular, the colleague for translating this このバイリンガルに訳してくださっているこの通訳者の方々、それから国際交流基金の方、ありがとうございます。本日はオンラインで皆様にお会いすることができて嬉しく思っております。本日は私の方からこのジョージタウンヘリテージシティ、マレーシアにあるこのサステナブルツーリズムに関する情報、それからこの体験について私の方から共有させていただきます。次のスライドお願いします。で、こちらにご覧のように、3つのパーツに私のプレゼンは本日分かれております。まず最初に私の方が紹介させていただくのは、ペナン州にあるジョージタウン市についてお話をさせていただきます。で、その後に、オーバーツーリズムによる課題、それで最後に、持続可能なツーリズムのための緩和戦略について話をします。次のスライドお願いします。はい。ありがとうございます。この一番最初の方にすでに紹介をされたと思いますので、この島についての違いがお分かりだというふうに思っております。このジョージタウンがどこにあるかですけれども、ペナン島のところにあります。で、ペナン島ですけれども、これはペナン州政府の元にあります。これはそのマレーシアのその北部に位置しております。で、この赤い点があるところですけれども、こちらに私はおりまして、これはこのマラッカ海峡に非常に近いところであります。で、私の方でこうしたこの貿易が竹富島とあったということを聞いて非常に嬉しく思っております。なので今後もこれが盛んに行われることを願っております。で、こちらをご覧いただきますと、このペナンのその人口ですけども、170万ほどであります。そして、この年島ですけども、80万9000人となっております。で、この本土ですけども、この陸地面積は292平米でありまして、そしてその本土ですけども、最高地点のその標高が833で、それ人口密度が平方キロメートルあたり2770人であります。失礼いたしました。で、竹富島と同様、海に囲まれた島でありまして、だからといって、島の全員が泳ぎ方を知っているわけではありません。次お願いします。これが私ですけども、1歳半の時ですね、テレビを開けようとして、ちょうど捕まったところであります。で、私は、ジョージタウンの現地生まれであります。私は、その父のその中国系シャム人の5世ですね。で、それから、母方においては、この4世のその中国系であります。で、私はここ、ジョージタウンで育ちまして、15年間マレーシア
で、勉強しまして、で、その後15年間マレーシアを離れまして、でスウェーデンで、修士課程、シンガポールで博士課程を学びました。で、マレーシアに戻って2015年からジョージタウン世界遺産のジェネラルマネージャーとして貢献しております。次のスライドお願いします。で、ジョージタウンワールドヘリテージですけども、今私が働いているところですが、こちらは特別目的事業体であります。これはペナン州政府によって設立されました。で、ジョージタウンユネスコ世界遺産管理者として務めております。で、我々のその役割というのは、このジョージタウン遺産都市の管理、保護、促進を行うということであります。で、こちらの下の方に2つの写真があるんですけども、左側が我々のオフィスビルとなっております。これが遺産のカテゴリー2でありまして、右側の方が私のGTWHI のチームのメンバーとなっております。私と一緒に写真を撮ってくださっております。次のスライドお願いします。ジョージタウンでは、皆さんこちらにお越しいただきますと、本当に多くな歴史的なショップハウスを見に見るかと思います。でこういった写真にある通りです。で、中ですけども、この中には3771件ものショップハウスがありまして、これらはすべてカテゴリー2の遺産として保護されています。で、これらの建物ですけども、非常に重要な特徴となっております。で、こちらのものはすべて違ったものであります。で、様々なその発展段階を経てきたこの町の変遷を示すものとしてありまして、イギリス人によって1786年に貿易港として設立されております。で、こういった建物をショップハウスというふうに呼んでるんですけども、このお店が下にありまして、そして2階がいわゆる住居用として使用されております。私もこうしたショップハウスの1軒の中で育ったわけですが、私がどこに住んでいたかはお見せしてないんですけども、本当に特別な場所であります。次お願いします。で、それとこのスライドからお分かりいただけるように、カテゴリー1の遺産建物であります。82ほどあるんですけども、その中にはモスクですとか寺院、教会、クランハウス、ギルドハウス、それと植民地時代の影響を受けた建物などが含まれております。非常に重要なのが、こうしたカテゴリー1の建物ですけども、非常に機能性を持っております。で、この中で竹富島と似てるなと思ったのが、我々のアイデンティティに誇りを持っておりますし、我々この島におけるそのアイデンティティを確立したいというふうに思っておりますので、ここで強調したいのは、建物とか活動する人々の3つが、この保護を進行すべき重要な要素であるということであります。ですので、こうしたサステナブルなツーリズムの中では、ただ単に建物を進行するだけではなく、やはり我々はその地域社会における機能というその背景も考慮しないといけないというふうに思っております。次のスライドお願いします。で、ご覧のように、こちらの地図は赤い色がありまして、この赤い色がカテゴリー1の遺産建築物でありまして、非常に重要であります。それとピンクの色も多くあります。これがカテゴリー2の遺産建築物です。で、これはジョージタウン特別地域計画のものでありまして、こうしたその法規制というものを我々はこの遺産物件を保護する上で使っているこの地図の一つです。で、ここで強調したいですけども、これはユネスコの世界遺産のものであります。ジョージタウンのものであります。で、この島っていうのはこれよりもっと大きいんですけれども、いわゆるそれは都市部でありまして、本当に観光地のそのペナントにおける観光地となっている場所であります。次お願いします。ジョージタウンは港町であります。で、こうしたそのスライドにあるいろんな人々がいますが、いろんな文化、いろんな民族、言語、宗教、社会的背景を持った人々が集まっております。で、マレーシアが1957年に独立した後に、こ
こに滞在する我々は皆マレーシア人として知られるようになりまして、自分たちの国のアイデンティティを誇りに思うというと同時に、自分たちの違いを祝福し、尊重するようになりました。本当にこれは重要なことかと思います。というのも、マレーシアのユニークな点は、多文化が共存しているということであります。それと同時に、我々のマレーシアの人たちは、1つ以上の言語を話すことができます。2つ以上ですね。でそれで、この自分たちの文化や他の文化の食べ物も大好きです。そして非常に都会的でありまして、何世代にわたりこの授業をやっているわけですが、ローカルのニーズに応え、輸出入の商売などに携わっています。なので、バックグラウンドというのは、竹富島とはちょっと異なるかもしれませんが、非常に重要なのは、人々はこちらの町に何世代にわたって住んでたということであります。で、我々の方でも、お互いを尊重するというものがすでに備わっております。次のスライドお願いします。こうしたアイデンティティと、それから価値を続けていくために、そしてこういったチームと一緒にこういったものをやる上で、我々はさまざまな活動、プロジェクトなどを行っております。それをこの4つの原則によってやっております。1つが地域密着型のアプローチであります。これはこのローカルの人たちに力を与えるということを言っています。で、これをするためには、このその場所において働く人もいますし、人によってはこちらのその場において実際住んでいる方々もいらっしゃるわけだからです。それと同時にリソース、ジョージタウンの資源が誰でも利用できるようにするということであります。アクセス可能で、それから手頃な価格で利用できるようにするということであります。で、こうしたプロジェクトがあったとしても、ローカルの人がこういったリソースにアクセスすることができなかったら、全く意味がないということになってしまいます。それから忘れてはならないのが、こういった文書化をする、プロジェクトをするということには非常に費用がかかります。ですので、その時には 4P を使います。これはパートナーシップ、人、パブリック、この公共部門、民間部門、専門家によるパートナーシップということであります。こうすることによって、コストも効率的に使えますし、非常にこの効率的に我々の文化、それから遺産を守ることができるわけです。次のページお願いします。そういった背景から、皆様にはこのオーバーツーリズムの課題についてお話をしたいと思います。次お願いします。で、皆様に参考のために、このジョージタウンの市ですけども、ユネスコの世界遺産、マラッカ海峡の歴史的都市群に登録されました。これは2008年の7月7日であります。次のお願いします。はい。で、こちらから分かるように、こちらの表から分かるように、ペナン島は、特にペナン島ですけども、マレーシアで非常に人気のある観光地であります。これは国内の人々、それから海外の人々にとって人気のあるところであります。で、我々の市に入ってくる訪問者数ですけども、この10年間で大幅に増えています。2009年から2018年までであります。で、先ほど申し上げましたけれども、この人口が170万人となります。で、こちらのツーリストの人たちが、このコロナ前ですけども、660万人の人たちが訪れているということであります。ですので、多くの観光客が訪れているわけなんです。で、そうすると問題が出てくるわけなんです。次のスライドお願いします。で、この問題というのは、多くの観光客によって生み出されております。例えば観光地の混雑ですね。特に本当に有名なところでは誰でもそこに観光したいというふうに思うんです。そうすると、その混雑具合にばらつきが出てきてしまうわけなんです。それと、清潔度ですとか、汚染といった問題も出てきます。こういった場所において、そういったことがあると、我々の公共のインフラに影響が出てきます。例えば、公衆トイレとか、ゴミ箱、道路保全ということ、これも竹富島でも同じような問題があるというふうに思うんですけども、こういった負荷がかかってしまいます。次お願いします。
それと同時に、それ以外の問題があって、今我々こういったことに飛び組むことをしています。それはその州内の生活費の中産階級化ということで、物価が非常に高くなってきております。それから、この外部から入ってきた人への不動産所有権の移転問題であります。このローカルなその町との関係性であります。そうすると私たちの文化遺産への影響が出てきてしまいます。で、一番大きな問題として、どうやったらこうした法規制の執行などをいわゆる訪問者に対して守ってもらえるかということであります。というのも、ペナン島に入ってきて、そういったことを守ることができるかどうかということですが、そういった問題というのが現在見受けられております。次お願いします。これらの課題と原因を理解することで、持続可能な観光を促進するための緩和策を見出す機会を得ることができますので、4点あるんですけども、まずデータであります。このローカル、それから地域社会の関与、教育、それからこの遺産を次世代へということです。次お願いします。で、データがすべてというふうに私はよく言います。サステナブルなツーリズムを実行したいのであれば、やはり私たちに重要なのは、どれだけの観光客の数が敷地内に入ってくるかということであります。これは観光客のプロフィールなどを準備したり、この国内なのか海外なのか、どうやってその国に入ってきているのか、何日間滞在しているのか、彼らの平均の支出額はどのぐらいなのか、どのぐらいのお金を落としてくれるのか、何を買っているのか、そして誰がこのお金を稼いでいるのかということなんですけども、これはやはり私たちの方でも、こうしたこの環境において、こういったバランスが崩れているのをどうやったら改善することができるのか、それによって我々のインフラの負荷とか、それからこういった汚染問題を解決することができます。あと、ペナンの州政府においても、このツーリズムとして一番の魅力のあるところはどこなのかということを特定する。で、それを理解することによって、我々の方でも多様化を、こうしたアトラクション、それから製品を多様化を図ることができるわけなんです。で、時には私たちの方でも、この、観光というものが問題ですので、それを理解することができるわけです。はい、これは主な観光スポットが示されている地図ですね。で、ここでご覧いただきますと、この小さい、箱の中に、主な観光名所が集中しているのがお分かりになりますね。ですから、その地域に多くの人が集中するわけです。しかし、この問題を長年にわたり、追跡してきましたところ、ペナン州政府は長年にわたり他の地域にある別の場所を推進しており、このようなアプローチにより観光客の流入のバランスをもう少し良いバランスにしていくように推進しています。で、そのおかげで、その混雑といったような、問題のいくつかをですね、に対処することができています。次のスライドお願いします。はい。で、これは、観光客の、そうですね、国内および海外からの観光客の情報をまとめたものです。で、ここで、結論として分かったのが、観光客の滞在日数が増えれば、その、平均消費額も増えていきます。そうすることで、地域経済への貢献度も高くなるということが分かってきました。ですから、この長い間滞在するほど、より多く使ってくれるわけですね。そうすると、私たちの都市の文化や遺産を理解するためにより多くの時間を費やしてくださるということで、観光客と地元の人々の両方にとって、より質の高い体験を生み出すことになっていくと、思われます。
だからたっと来て、帰られるというのはあまりサステイナブル、持続可能ではないというふうに、考えまして、やはりこう来ていただいて、文化を理解するところまで、いていただけるということがより良い、形ということになります。次お願いします。はい。では、ここでは、そのサステイナブルな観光ということで、地域社会を巻き込んでいくということです。で、実際、地域社会というのは非常に多様です。宗教も違えば、話す言葉も違ったりします。社会的背景も違います。ですから、皆さんに来てもらう。来てくださいと声をかけます。そして関与してもらいます。ここで一つ例を見せますけれども、コミュニティのインベントリーということで、地域密着型の、そうですね、コンテンツのインベントリーということですね、を作る。そして、遺産の動画でもお見せします。次のスライドお願いします。ですから、ここでは、いくつかリンクがありますので、そこのリンクを貼り付けていただきますと、ビデオがご覧いただけます。今日はここでお見せしませんけれども、この普通の人たちです。このおじいちゃん、おばあちゃんという、年齢をいった方ですね、もういます。一般の人たちに自分たちの文化活動の棚卸しをしてもらうというプロジェクトなんです。これはユネスコのパイロットプロジェクトでございまして、2019年にジョージタウンの23のコミュニティグループを代表する40人以上の地元のファシリテーターが参加する予定です。この文化遺産がどのように実践されているかを記録して、次の世代に伝えていくかということのためには、このような、やはりこうしたことを、こういう機会を使って、どういう問題があるのか、どういった課題があるのかということをしっかりと記録していく。そしてそれを次の世代にきちっと教えていく、伝えていくということが非常に重要なプロセスとなってきます。はい、次お願いします。次は、実は、そうですね、遺産ビデオのプロジェクトの例です。これは YouTube チャンネルでご覧いただけます。ここのリンクが下の方にありますので、ここに貼っていただきますと、このビデオを見ていただけます。地元の人々に声をかけて、そのスマートフォンを使って、自分でできるパフォーマンスとか、自分がコンテンツとして持っているパフォーマンスですね。で、儀式や文化的な活動、そうしたものを5分から20分程度のビデオに収めていただきました。そして、この一般の人たちですね、この人たちに、がですね、やっぱり自分が認められている、大切にされているということを感じてもらおうということが主眼になります。そして、これらの活動は実際に私たちのアイデンティティを定義していくということで非常に重要な位置を占めています。そしてこのプロジェクトによってより多くの観光客の方々が私たちの文化の多様性を理解していただくことにもなりますし、そしてそれを尊重していただけるようになるものだと、活動だというふうに考えています。次お願いします。ここで、教育のテーマに参りました。ここで、教育といいましても、地域住民、そして外から来る訪問客ですね、両方に向かったものです。ですから、またそして一方で、良い、とても質の高い観光マップというものを作ります。で、地元の人の手伝ってもらって作るわけですね。で、そしてガイドツアーというのも行います。で、そして若い人に特にそうなんですけれども、いろいろ名称がありますね。そこに関する知識を、学んでいただきます。そして、そうすると、それから皆さんがそのご飯を食べに行くにしても、どこからその商品が来ているのかということを理解していただく。そして地元の人々は観光商品の一部として付加価値のある商品やサービスを開発することも期待しています。はい。で、
皆さん、地元の人たちに、やはりこうした付加価値のある商品とかサービスっていうものを考えていただいて、で、それで観光経済、観光が生む経済の一部として、そういったものも盛り込もうというふうに、努力をしております。しかし、考えても、すべてのものが売れるわけでもないし、すべてに値札が付けられるものではないという事実は忘れてはなりません。はい、次のスライドお願いします。で、これが、最後から2つ目のスライドになりますけれども、最後に私たちが、結論として、私たちが申し上げたいのは、私たちが今持っている文化遺産というのは、先祖から受け継いだのが有形の建物であったとすれ、それが生きた遺産であるとすれ、次の世代にとって重要な遺産であるということを忘れてはならないということを強調させていただきたいと思います。だからこそ観光の可能性を追求しながら、これらの価値が守られるよう、力を合わせていきたいと思います。ですから、私たちの努力はこの方向性に持っていかないといけないと思います。で、私たちは努力をして、これを次の世代に受け継いでいきたいと思います。しかし、やはりバランスを求めなくてはいけないわけですね。はい。で、最後のスライドですが、で、ここまで、ご清聴いただきありがとうございました。で、実は、もっとディスカッションをですね、皆さんとさせていただきたいと思っています。できたら近いうちにどちらのかの島でですね、お会いできることを楽しみにしております。そしてまた国際交流基金の皆様には、そして関係皆さんには、ここまでリハーサルも含めましてですね、今日に本当に時間を割いていただきましてありがとうございました。はい。アンさん、素晴らしいプレゼンテーションありがとうございました。すごい、ワンダフル、グレート。ねえ、すごい。だけど、規模は違っても、とても竹富島とも共通する課題、話題がいろいろあるなと思いました。早速感想を述べてしまいましたが。ですね。どこから、まずですね、今のアンさんのプレゼンテーションをお聞きになって、もうちょっとこういうことが聞いてみたいとか、竹富島と比較して、こういうことを聞いてみたいとか、クエスチョン、ご質問のある方はですね、Zoom 画面下の方のバーに Q&A というアイコンがあります。Q&A をクリックまたはタップしていただくと、そちらから質問を書いていただけますので、ぜひご記入ください。はい。ではですね、ここからフリーディスカッションに入っていきます。はい。では、ここでですね、一人ゲストをご紹介したいと思います。竹富島のご出身で、なんと今、マレーシアのですね、テイラーズ大学で学ばれている内森あかりさん。あかりさん。So here, let me introduce someone who's actually from, she's Uchimori Akari-san. She is actually from Taketomi Island. And right now she's studying in Malaysia, Taylor's University. Hello, good afternoon, Uchimori-san. こんばんは。今日よかったら感想とか、この竹富で育ったこと、マレーシアで勉強していることとか、ちょっとみんなに紹介。Would you like to share with us? Would you like to share with us your impression on those upon those presentations and a little bit of your background of your time you spent in your childhood in Taketomi Island and what you are studying actually in Malaysia? Briefly. はい、こんばんは、内森と申します。ご紹介に預かった通りだと、私は竹富島で生まれて、今はマレーシアのテイラーズ大学に通っています。Good afternoon, everyone. As they've introduced me, I'm from Taketomi Island, and currently I'm studying in Taylor's University in Malaysia.
私、テイラーズ大学で、インターナショナルツーリズムマネジメントというコースを選択していて、ちょうど持続可能な観光について学んでいる最中なので、今回の交流会でたくさんお話を聞いて、勉強したいなと思っています。Currently, I am studying international tourism management. And precisely, I am studying the sustainable tourism issue. So this is a very nice opportunity where I would quite hopeful of listening to different opinions that I'm trying to learn through this discussion. はい。実は私、先週の金、土、日曜日で、ペナン島に友達と旅行に行きまして、で、友達と行ったんですけれども、ジョージタウンでは美味しいご飯食べたり、買い物したり、で、海や山ではアクティビティをしたりして、2泊3日の旅行だったんですけれども、全然時間が足りなかったです。So actually, last week I was in Penang Island and I visited Georgetown. On the weekends, I had a very great food and I did a great shopping and I enjoyed marine activities and mountain activities. And actually, we stayed 2 nights, but it was very short. I needed more time. 今回の交流会で問題として言及されていたオーバーツーリズムについてなんですけど、私が感じた共通点として、ジョージタウンも竹富も人が過度に密集している場所がやっぱりいくつかあって、車とスレスレですれ違ったりとか、あとは海にゴミが捨てられている場所がいくつもあって、すごく見ていてそういうのは単純に悲しくなりました。Actually, I'd like to comment on the similarities that I find between the two places, because I've seen the 2 places upon the issue of over tourism. I find the same issue of the over congestion, overcrowdedness, and both for the Taketomi Island and the Georgetown. And I see people, just almost, walking just right next to the cars passing by, or a lot of garbage litters as scattered around without being collected. So that's sort of things, seeing those things that just makes me sad. 私は竹富島で生まれ育って、こういった問題を身近で見ていたのにもかかわらず、ここまで深刻な問題に発展していると正直わからなかったです。Actually, I was born and raised in Taketomi Island. I must have seen all those issues, just in my childhood, in my neighborhood. But I wasn't aware I was just aware how serious the issue was. もちろん観光に来る方に協力を求めることも大切だとは思うんですけれども、まずはそこに住んでいる人々がしっかりと問題点を認識して行動することが解決に向けた一番早い解決策なのではないかなと、今回ペナン島に旅行に行ってとても私は感じました。で、私からは以上です。ありがとうございます。I think it is important to ask for tourists, the visitors' cooperation, but also I think it is important to raise this issue among the local inhabitants, local islanders, and start to work from there. That's the conclusion conclusion of the impression I had, or the thoughts I had upon visiting Georgetown. はい、あかりさん、ありがとうございました。Thank you very much, あかりさん。はい。ここでじゃあ、フリーディスカッションに入っていきます。あかりさんからのサジェスチョンというか、やっぱり同じようなことを感じるんだなっていう気がしました。たくみさんから見て、今日、アンさんのプレゼンテーション、あかりさんのご意見とか聞いて、どんなことを感じましたか？ Okay, so based on Akagi-san's suggestion, I thought that she was feeling the similar way as we are. And Takumi-san, when you were taking a look at Ansa's presentation or listening to Ansa's presentation, also listening to the comments that has been raised by Akari-san, what is your thought on them?
まず、アンさんのジョージアタウンの、後ほどゆっくり話するんですけど、まず、あかりはですね、僕の父とあかりの父は同級生なんですね。で、僕が35であかりは今年20歳なんですけど、もう子供の頃から、ね、小さい時から見てたあかりがすごい成長してて、すごい感激しました。So Ansan will be talking more in detail about the Georgetown later on. So first of all, I would like to make a comment of what Akari has mentioned earlier. So my father and also Akari's father, they were actually brought up in the same grade in the school. And I'm 35 and Akari is 20 years right now. And I have been knowing her since she was very little, and she was really little, but seeing that she has grown up, I was very much impressed with her. はい、親戚のおじさんみたいなコメントありがとうございます。So you sound as the uncle of the relative. はい。ですね。アンさんのプレゼンテーションを受けて、はい。そうですね。アンさんのプレゼンテーション、やっぱり似てるところが結構あって、取り組み、規模は違えど、やっぱり課題と取り組みっていうのは似てて、で、すごい思ったのは、有形、街並みとか、この建物、有形の部分と無形の部分、カルチャーの部分、暮らしの部分っていうのを両方大事にしてるなっていうのをすごい感じて、有形の部分は目に見えるんだけど、無形の部分は目に見えないので、それをどう伝えるかっていうのがこれから、守っていくかっていうのはこれから大事なのかなと思いました。So what is your impression about the Ansan's presentation? So listening to Ansan's presentation, I thought that I was able to find quite a few similarities. Well, maybe the size might be different, but I believe that what the initiatives that we are taking and also the challenges that we have are quite similar. So first of all, you have this kind of townscape, which is tangible. And also there's another way, a culture, which is intangible. And I believe both of them are very important. So whatever that is tangible, this is something that you can see. And whatever that are intangible, these are something that you cannot see. So we have to bear in mind of how we can communicate these and also how we can protect them. I believe this is going to be very crucial for us. アンさん、何か、無形のそういった文化財なりについてのご意見お願いします。So Ansan, do you have any opinions about the cultures which are intangible? Yeah. Actually, after I hear the presentation of Takumi, I do see that we have this people, nature, and culture. Although I don't talk too much on the nature, but we do have it on our island. Is another part of the island. You have to come here to see it. I believe your Akari-san, maybe she have seen that. So we have this, and the people and the nature and culture, they are important element in our life. I will let them translate first. はい。この匠さんのそのプレゼンを聞いた後ですね、やはり人、それから自然、文化があるなというふうに思いました。で、自然のことについては私の方からあまりお話しさせていただかなかったんですけども、確かに我々の島にもこうした自然が非常にありますので、ぜひ来てご覧いただきたいというふうに思っております。あかりさんはもしかするとこちらに来てすでにご覧になられたかもしれません。ですので、我々には人、自然、文化といった非常に我々の生活には欠かせない要素というものがあります。Yeah. Unfortunately, the tourism is also a big part that bring in economy for the local people. So therefore, we need to get the balance of development and tourism, for our islands. Please translate. はい、その残念ながらやはりそのツーリズムというものも非常にその観光業というものも我々のそのローカルの人々に対してその経済をもたらすということで非常に大きな部分は占めているわけです。ですので我々こうしたその島における開発、それから観光業ということに関してはうまくバランスをとっていかなくてはいけません。So, what I admire about Taketomi Island is that I believe your island is at the size that you can control. You can know almost everyone on your island,
And I believe that you might have a better control of who can enter the island because they come by ship. They can come by bridge, they can drive into here. So the issue of control. はい。で、やはりその竹富に関してはですね、非常に、いいなというふうに、羨ましいなというふうに思っておりますし、非常に尊敬しております。というのも、おそらくその竹富島の場合には、その島の規模ゆえに、どういった人が入るか、人がどのぐらい入るかということをコントロールすることができるというふうに思っております。なので、どのぐらいの人がその船に来て、こういった入島することができるかということが、コントロールできる。それが非常にいいのではないかというふうに思っております。はい、匠さんお願いします。今のお話、僕本当その通りだと思ってて、ただ最初にアンさんが話してたデータイズキングっていう部分のデータ量をどうしても僕らローカルの人が知るのは人数の量、人数のデータしかなくって、滞在時間、滞在宿泊、例えば個人なのかカップルなのか、なんかそういうのがなかなか取れないっていう今課題。だからこれからそういうのを、データをどんどん取りたいと今日学びました。お願いします。Okay, so from my side, yes, I completely agree with what you have said. Well, Ansan, earlier you mentioned that the data is king. So the only data we have right now on the local side is that we only have the data for the numbers of the people who are visiting the island. So we don't have any data like how many days that they are staying, whether they are coming individually or coming as a couple. We don't have any data to actually capture them. Therefore, today I have learned a lesson that we would like to capture those data from now on. I think the data is not only the tourism, but I will also emphasize that what is important to our identity must also be documented. One thing that I've learned from the coronavirus incident is like people will just have the disease and die suddenly, and when we don't understand the cultural heritage, the information from that person, we just lost it. So we have learned that we have to race against time, not only from tourism or climate change or coronavirus, but we have to know a little bit more doing the written documentation or the video documentation, so that we can pass it down to the next generation that we both emphasize a lot in our presentation. はい。で、こういったことはそのデータのそのツーリズムのみではなく、やはり何も重要だというふうに私が強調したいのは、やはりこのアイデンティティをその文書化するというふうに、文書化することだというふうに思っております。で、このコロナ禍で我々が学んだことなんですけども、やはりこういったそのコロナとかで人が亡くなってしまったりとかするわけなんですね。で、その時にやっぱりこの文化的遺産っていうのは、やはりそういったその生きた人からしか学ぶことができないということも結構あるわけなんです。なので、そういった時間も考えていかなきゃいけないというふうに思っております。なので、この気候変動ですとか、それからコロナ禍とか、そういったそのことにおいては、やはりこういったそのツーリズムにおいて、こういったその書かれたものですとか、文書化されたものですとか、それから動画におけるそのドキュメンテーションというものを残しておくということが非常に重要だというふうに思っております。それがあることによって、次の世代にそういったものを残すことができるというふうに思っておりますので、そういったことを強くそのプレゼンで強調したいというふうに思っていました。アンさんが今おっしゃったこと、非常に重要な視点だと思います。はい。So, Anさん、what you have mentioned just now is a very important perspective. はい、例えば竹富島ではですね、伝統的な祭祀行事の際に、そのプリースト、祭祀を司る方が神様に述べる言葉を記録、ドキュメンテーションでその記録を残していったりとか、それから今、今日視聴されていると思うんですが、水野明子さんたちが取り組まれているようなビデオで、動画で残すっていうような取り組みとか、すでに過去の方々が
続けてなさっていたこと、それから今の方が取り組んでいらっしゃることっていうのがいくつかありますので、それを今後も継続していくっていうのが非常に重要だなっていうふうに思いました。Okay, so to give an example, as have been mentioned, so in the Taketomi Island, they have this kind of a ritual that has been that is ongoing in the Taketomi Island. And when there's any kind of rituals, the priest, what has been mentioned by the priest, was always being documented and be saved. And among the viewer of today, we have Ms. Akiko Mizuno, and she is also preserving this as a form of the video documentation. And also there's another kind of initiatives that has been documented as well. So these are the things that has been passed on to the next generation from the people of the past and still ongoing as the current rituals or the current events. So I believe it's really important for us to continue these kind of activities. たくみさんからもお願いします。So Takumi-san, how about you? ですね、今回ちょっと観光をメインにしたので、そういう文化的なことはあんまりお伝えできなかったんですけど、竹富島には本当に素晴らしい芸能だったり信仰ですね。まず神様に対して奉納する芸能が残っています。お願いします。So today I did not talk mainly about, I only talked about, today I only talked about tourism mainly, and I did not talk mainly about the culture, but in Taketomi Island, there's a great belief by the God, and that is actually transcended in the form of performing arts. で、ちょっといいですか？で、ちょっと画面を共有させてもらうと、So let me share the screen. 見えてるかな？これ僕なんですね。Well, this is myself. 喫岩祭、ちょっと大きくしますね。Well, this is a ceremony called 喫岩祭。喫岩祭というので、方言で喋るんです。その沖縄竹富島の言葉。お願いします。So here, the words are spoken in the Taketomi Islands local dialect. でこの奉納芸能をするにも、一月前から祭りの一月前から島のおじいに習ってそれを言葉をやその芸能を継承するっていう部分で、これはあんまりこのお客さんに対してではないです。僕らは神様への奉納としてしっかり芸能も守っています。This kind of performing arts is something that we offer to gods. It is not for it's not meant for the public, general public, to be viewed. So, but to carry out these kind of rituals, ritual performances, we start preparing ourselves, with 1 month before the actual ritual takes place, and we go to the local old people, local grandpas. They will teach us what to say in the language and how to move and how to perform. はい、以上です。Well, that's all for me. アンさんお願いします。Ansan, please. Okay. Actually, I have 2 points here. I think one thing about Taketomi Island and Penang Island is that, the fact that our local identity that is very different from other part of our country that make us very special. So I think that is our selling point, and we should try not to become like, for you is to be like become like Tokyo, for me is to become like Kuala Lumpur. It's like we have to keep our identity when we promote our tourism. So that people from outside will want to come, experience, appreciate, and learn about our culture, our heritage, our tourism. And number 2 is I'm more keen to know of after today's exchange, what actually in your mind that now, like for example, is there any 3 things that you want to do after today's presentations? はい、私、これ2点ほどコメントさせていただきます。1点目というのは、やはりその、観光の売りとして使える共通点が竹富島、そしてペナン島にあるということです。私どもはやはり島ですから、その国の
他の地域とは違うアイデンティティを持っているわけですね。ですから、やはり日本の場合は東京と竹富アイランドと非常に違うし、マレーシアの場合はクアラルンプールと私どものペナンは全く違うわけですね。ですからそこを売りのポイントだと思うんですね。で、それを外から来た人が見ていただいて、その文化を学んでいただく、遺産を学んでいただくということで、人を引きつけるということに使えるのだと思うんです。で、2つ目なんですが、これは、今回のこうした意見交換、交流をもちまして、その後、何かYou said treaty, right? はい。条約のようなものを結ぶというようなことはあるでしょうか？ Treaty between the two islands, you said? It can be anything. Okay. まあ別に2つの島ということではなくてもいいんですが、何かの形でということですね。それは、今日のこのイベントを通して、匠さんが今後どうしていきたいかっていうことをまずは一つお聞きしたいということですか？ You mean you'd like to know in the first place what the Taketomi Islands or through Takumi-san is intending to do in the future after this exchange? It's maybe we think it's more of Takumi-san as a presenter today. After the presentation today, any 3 things that you want to do that you take out from our exchange. Okay. はい。もう一つはそうですね、この、交流意見交換から、匠さんがどういったものをやろうというふうにお持ち帰りのアイデアとしてお持ちなのかということですね。はい。いいですかね。3つ考えました。1つ目は、今日の交流のことをまず島の友人、仲間、そして島の子どもたちとこういう話があったよっていうのを伝えることをお願いします。Okay, I have 3 points that I'm thinking. The first thing is that I'm going to do is to communicate or transmit to all the people in the islands, starting from my friends, my colleagues, my colleagues, and also our children. I mean, children on the islands. 2つ目は、ジョージタウンのように遺産ビデオをこれから作っていこうと思ってます。竹富島チャンネルっていう僕も YouTube で竹富のわらべ歌とかを習ったのを撮ってるんですけど、もっとたくさんいろんな人の360人の島民なんで360人の遺産ビデオができたらいいなと思ってます。お願いします。The second taking that I have is the ideas you have from Georgetown of the heritage videos. Actually, we have the Taketomi Island channel on YouTube, where we do have some videos, but those are on the children's sort of nursery songs, children's songs videos. So we have 360 island inhabitants. So we would like to go on building these different types of videos on the heritage they have. 3つ目は、竹富島のそのたくさんの遺産を持って学んで持ってそれをジョージタウンに行って一緒に交流して一緒に踊りましょう。学んで持ってっていうのは持ってこの持っていく。それを持っていくということですね。わかりました。Okay. Thank you. So the third point is actually now that we will collect all those heritages we have, different sorts of heritage we might have, and at Taketomi Island, we will bring it to Penang, to Georgetown, and share it with you. Dance with me. Okay. That's all. はい。アンさんは今日のお話を聞いて、今後の、取り組みが変わるってことはないとは思うんですが、何か竹富島のプレゼンテーションを聞いて、こういうことやってみようかなって思われたようなこととかありますか？ Maybe in your case, Ansan, I don't think your initiatives or activities might
change after this exchange. But anyway, do you have any new ideas that you'd like to try after this exchange? I'm coming to Taketomi Island for sure. おーまず間違いないのは竹富島に行くということですね。Number two is actually I learned that Penang, you know, we have some places that is still not yet so developed, and I'm also thinking of like how to make sure that it's balanced development from Georgetown into other places of Penang or even to Malaysia. So I think that is something that I will have to start thinking and maybe do more for my country. That's number two. And yeah, please translate first. Okay. はい、もう一つの点は、2番目の点なんですが、これはちょっと学び、というふうに言えると思うんですけれども、ペナンでは、その開発の度合いですねっていうのにやっぱりばらつきがあります。ジョージタウンの開発の度合いと、またその同じペナンの中でも同じ開発の度合いじゃないところがありますし、またマレーシア全体ということになるとあります。ですからそういう意味で非常にバランスの取れた開発ができるように私もちょっと貢献していきたいなというふうに考えています。And the last thing actually after I look at Takumi-san's presentation, I do ask myself of like, maybe we really need to appreciate the singing of the insects, the smell of the beaches, the very basic thing in our life, and remember that we don't have too many of it compared to you. I have more cars than crab I don't have coconut crab on my island. But we have coconuts. So I think, I will have to explore more on what we have on our islands and show it to the world in the future. はい、最後にコメントさせていただきたいのは、その匠さんのプレゼンをですね、聞きしまして、このコロナ禍の中で逆に人が少なくなって、その虫の声が聞こえたりとか、浜の香りが楽しめたという話がありましたね。そこは非常にやっぱり生活の暮らしの中の本当に基本的な部分だと思うんです。で、ここがすごく染みまして、で、私どもの周りにはその、ココナッツクラブなので、貝とかですね、お話がありましたよね。その生き物の話ですね。こういったものが全部あるわけではないんですけれども、もっとマレーシアでもそのビーチとか浜辺の自然、光景などももう少し探求していきたいな、そしてそれを世界の人にお伝えしたいなというふうに思うようになりました。はい、いいですかね。僕、コロナでその自然っていう部分と、僕コロナで良かったなって思うのは、こうやって今まで出会えなかった人とオンラインですごい近くなって、僕オンライン飲み会とか竹富島に来れないお客さんと一緒にやったりしてるんですけど、なんかそういうその心の距離が近づいたなって思います。お願いします。And another thing that I'd like to mention is that another good thing that we can mention about this coronavirus pandemic is that one thing is that we kind of recovered the beautiful state of nature. And the second place, we have now this opportunity of meeting new people or joining or talking to people who cannot come to our islands or to our place. And we have this online space where we can have the drinking session with the people who are quite in remote locations. あとその今見てる方も結構コロナで大変な思いされてる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱり一歩前に進むためのいいきっかけになればいいかなと思うので、その地球を守るとか自然を守るも大事だし、文化とか暮らしをもう一度見直すっていうのも大事かなっていういいきっかけになればいいかなと思ってます。I think among all those viewers we have today, I suppose there are people who are having difficulties due to this coronavirus pandemic, but I really hope that this constitutes a good opportunity to give a step forward, take a step forward, either
be it for protecting the earth or protecting or reflecting upon our culture or reflecting upon our life itself. はい、ありがとうございました。じゃあ、時間の方も押し迫っておりますので、クエスチョンタイムに、ご質問の Q&A のコーナーに移りたいと思います。Okay, thank you very much for those inputs, those thoughts and reflections. But we need to cover those question and answer sessions, so we'd like to move on to QA. はい。ですね、いくつか来てるんですが、英語で一つ来てた質問について、先にお願いしようかなと思います。たくみさんに質問です。Actually, we have several questions, and we have one question that has come in English. I think that's for Takumi-san. I'd like you to answer. はい、すみません。竹富島の人口は360人ですね。で、ある一方で、観光客や島を訪れる人は、お父さんの時代ですでに50万人を超えている。竹富では、オーバーツーリズムを抑止するため、抑えるための観光客の人数を制限するような方針を作る予定はありますかということです。入域者数を制限する予定はありますかという質問です。一応英語にしましょうか。はい、はい、お願いします。Given the population of only 360 in Taketomi Island, the tourists visited the island has exceeded 500,000 in your father's era. Do you have any plan in tourist restrictions policy, for instance, limit the number of tourists to the island at the time to avoid over tourism? はい、すみません。規制っていう観点ではまだないです。例えば、屋久島のような自然を守るとかいうような感じではないんですが、やっぱり、多いだけではなく、早くて、多い、早い、安いっていうその3つが揃っちゃうと満足度も下がっちゃうので、多いだけじゃなくて、付加価値つけて値段も上げた上でしっかりそういった満足度を上げられるような取り組みを、僕ら事業者がしっかり作っていくことが大事だとは思っています。はい、通訳お願いします。Okay, so we don't have any restrictions or regulations so far, like, Yakushima Island that is trying to protect the nature. So it's not that there are many. So like, quick, many, and inexpensive. If these all three are, coming together or combined together, this will actually decrease the satisfaction. Therefore, we would like to have some kind of added value and also increase the price so that we could provide this kind of satisfaction to the people. So these are the kind of initiatives that we are taking on the operator side. はい。では次の質問に移ります。これは両方、主に竹富島について聞かれているんだと思いますが、ペナントでももしかしたら共通するのかもしれません。少子高齢化や過疎化によって後継者不足や、文化の衰退などの問題がありますがと書かれていますが、多分後継者不足による文化の継承が難しくなっていくんじゃないかということをおっしゃりたいんだと思います。これを次世代に継承していくために、それぞれの地域で取り組んでいることはありますかというご質問です。Okay, so I believe this question is to Taketomi Island, but I believe this is a kind of question that we also can find something in common with Penang as well. So this is a question asking about due to the aging and also the dwindling number of the children and also the deserted land or the regions, I believe that there are less and less people who is going to succeed the culture aspects. So I believe that this question is about due to the shortage of the successors, I believe that it's going to be very difficult to pass on the culture to the next generation. So what kind of initiatives are you trying to implement in order to pass on these kind of cultures?
はい。どちらからお答えいただきま So しょう whichever is か。 fine. じゃ So あ、 which we'd アン like to さんから answer. Okay, An-san. Yeah, let me try to answer this. Actually, the lifestyle is now changing also, from quantity, now we go to quality. So you have less children, you have higher quality. And as I have said just now, documentation is a very important process because, for example, last time, how do you perform rituals is only verbal and remember. And now with less population, you have to actually systematically document how do you do a ritual, so we can pass it on by our people, or in the future someone want to learn about it is also possible. はい、じゃあ私の方から回答させていただきたいというふうに思っております。やはり我々のそのライフスタイルというものが量から質へというふうな追求の形に変わってきているかと思っております。ですので、子どもを少なく持つということは、それなりに質を高めるということにつながるわけです。で、先ほど私、文章化をすることがいかに重要なプロセスかということをお話しさせていただきましたけれども、やはりこういったその儀式というものが、言葉で伝えられてしまった場合、やはりその人口というのがどんどん減ってきてしまっておりますので、こういったことを文章化して体系的に儀式を伝えるということが重要になってくるんじゃないかと、それによって次世代の人々に継承するということが重要じゃないかなというふうに思っております。そうすることで、将来的にこういった儀式を学びたいという人たちが学ぶことが可能になるのではないでしょうか。ありがとうございます。はい、匠さんの方はいかがですか？ Thank you very much. How about you, 匠さん？はい、竹富島での信仰芸能っていう部分で言うと、一つは、取り組みは竹富島出身の方だけではなくって当該から移住している方も一緒になって参加します。特に若い世代は働きに来て移住、定住している方が多いので、そういう世代も一緒にアスリートを参加します。お願いします。Okay, so in case of Taketomi Island, in order to protect these kind of beliefs and also the performing arts, the thing that we are taking as our effort is that not only the people who are from Taketomi Island, but there are also people who's participating in these kind of initiatives who are living here from outside of the island. So there are younger generations who come to work to Taketomi Island and then they remain and live forever. So together with them, we engage together in these kind of activities. で、ただ、その祭りでも、この役はこの何々家の子孫しかできないっていう役があって、そこだとちょっと子供が少ないだったり、もう子供が東京とか、都会に行って帰ってこない場合は、やっぱり途切れちゃう可能性があるので、それをどうつなぐかっていうのはこれからの課題ですね。もう本当教えるというか、祖父から父へ、父から孫へっていうのが、父から子へっていうのがしていかなきゃいけない部分だと思ってます。はい。However, when we have any kind of festival, sometimes there's a specific role that can only play by a certain ancestry of the family. So in that case, there might be sometimes a situation where there are not many children in that family, or maybe the children are in Tokyo or went to the urban cities and they cannot return to Taketomi Island. So in that case, we don't have the people to actually play this kind of role. So how we're going to pass this on is going to be our challenge. So we have to figure out how we can pass these kind of culture from the grandpa to the father and to the children. For all these kind of teachings will be really necessary. はい、ありがとうございます。ちょっと、じゃあですね、アンさんに質問が来ています。英語で寄せられているので、ちょっと、翻訳でお伝えしますが、ペナン島における開発ですが、
ペナン島の端の部分を囲むように行われていて、中心部はまだ森のままです。今後の観光開発が森林部分を侵食することが懸念されているでしょうか。Okay, so thank you very much. So Ansan, I believe this question is towards you, which is in English. So I would like to translate this into Japanese. And then the English question is that if we look closely, the development are mainly surrounding the edge of the Penang Island. The center part are still forests. Do you concern about the future tourist development in future will encroach the greenery part, and what could be in plan for the sustainable tourism? I think in September last year, the green part is now another UNESCO site. It's a UNESCO biosphere reserve, so it's protected. In fact, that under that designations, so it is a better control. So now in Penang Island, we have 2 UNESCO designated a variety site and a biosphere reserve. はい、2021年、去年ですね、の9月なんですけども、ちょうどそちらの緑地部分が、ユネスコのバイオスフィアの、その遺産、ということで、登録されてましたので、現在はそちらの方は保護されているということで、うまくコントロールされております。ですので、ペナンにおいては、現在2つということですね、ごめんなさい、バイオスフィアというのは生物圏遺産ということなんですけども、今、ペナンにおいては2つの世界遺産がありまして、うち1つがこちらの生物圏の遺産となっております。And to answer the second part of the question, I think now the world trend of tourism is more of to go into a small area, stay longer and enjoy the local cultures to understand that. So I think that global trend is helping us to promote local area tourism, like what we are discussing today. And that will help us to bring some of the tourists, to spend their 3rd day, 4th day, 5th day on other smaller locations in Penang or, to the area around us. はい、で2つ目の質問ですけども、現在、世界のそのツーリズムのそのトレンドっていうものが、実際、小さめなそのところに泊まるということが流行りというふうになっております。でそれによって、そちらの地域に長期に滞在して、そしてローカルの文化を楽しみ理解するというような形となっております。なので、こういったグローバルな潮流があるからこそ、このローカルのその地域におけるそのツーリズムというものが推進されるので、こういったものがあるために観光客はこの3日目、4日目、5日目という形で長期滞在する、そしてその間にはその周りのペナンにある小さい都市を訪問するようになってきております。はい、今のアンさんのお話は、匠さんが言っていたそのファスト観光、安い、短い、早いみたいな。そういったものとはが島の持続可能なツーリズムとは言えないっていう指摘と非常につながる部分があると思います。Okay, yes, Ansan. So I believe this is really linked to what Takumi-san said earlier about I believe this is about the fast tourism, which is cheap, short, and quick. So I believe that this is something that cannot be called as a sustainable tourism. で、沖縄県全体でもですね、今その滞在日数を増やす、それから文化をしっかり体験していただくっていうような量から質への転換っていうようなことが盛んに言われています。And Okinawa overall, they try to have the tourists to stay longer on the island and also experience, have a hands-on experience of the culture of Okinawa Island. So there has been a transitioning from quantity to quality. はい、ちょっと質問がですね、思ったよりたくさん寄せられて、もうあと2分で日本時間では夜10時になってしまうので、そろそろクロージングに入りたいと思います。
So we were able to accommodate more questions that we have expected, but we only have 2 minutes left, and then it's going to be 10 p.m. at Japan time. So we would like to actually come to the closing. はい。今日のまとめというか、今日の感想を、一言ずつ、たくみさん、アンさんからいただきたいです。じゃあ、アンさん、短くコメントお願いいたします。Okay, so we would like you to give us some kind of observations or view about today's seminar from Takumi-san and An-san. So first, An-san, could you give us your views? I think our islands, we have people who love our islands, and I think collectively we will be able to protect our island. So I'm confident that we can do that. And now I know your island, you know my island, and we can work together on this. はい、我々のその島にはですね、その自分たちの島がもう大好きだっていう人々がいっぱいおります。なので我々集団的に取り組めば必ずやその島を守ることができるというふうに私は確信しております。ですので、我々の島のことも理解していただけたし、そちらの竹戸島のことも理解することができたので、一緒にぜひともこれから取り組んでいきたいというふうに思っております。ありがとうございます。たくみさんいかがですか？はい、僕好きな言葉があって、視野は世界、視点は郷土っていう八重山毎日新聞社のテーマなんですけど、本当その通りだなと思って、マレーシアを知ることで竹富の良さをまた実感しました。なので、またこういう交流をたくさんして、お互い行き来して、一緒に踊れるようになったらいいなと思います。お願いします。Okay, there's a phrase that I really like, which is your perspective is for the world, but the viewpoint is on our native land. That is a phrase that the local newspaper uses, and it has been very good to have this exchange. So I would like to keep this communication. So the next of all, and the one day we can dance together. はい、ありがとうございます。さて、ではですね、これにて、今日のこのエクスチェンジプログラムはお開きとなります。沖縄アジア交流イベント、島をつなぎ、暮らしと文化を語る、第2回交流イベント、地域にとってサステイナブルなツーリズムとは、竹富島とペナン島をご覧くださり、誠にありがとうございました。さて、次回なんですが、もう一回ですね、別のテーマで私が担当するプログラムがございます。次回はですね、2月13日日曜日、日本時間の14時、午後2時からですね、今度は久米島と、またマレーシアなんですけども、マレーシア・クアラルンプールにありますマラヤ大学をつないで、伝統文化とモダンライフというテーマでお届けいたします。次回はですね、伝統的な、ごめんなさい、通訳を入れてもらった方がいいですね。そうですね。はい。どうしましょうか。最初のワンパラグラフを先にしましょうか。はい、お願いします。Okay, thank you very much for watching Okinawa and Asia Exchange Project, Connecting Islands, Discussing Life and Culture, Second Exchange Event. What is sustainable tourism for the region? Taketomi Island and Penang. We will conclude today's event here, but there's more to come. はい。次回はですね、ちょっと日本語の方が後になっちゃいましたけど、次回は伝統的な染色を切り口に、久米島からは久米島博物館の学芸員でいらっしゃいます、宮良美幸さん。マラヤ大学からは、ウェイリン・ジェフリー・ジェホムさん先生が登壇されます。はい、本日はご視聴ありがとうございました。Thank you very much for watching today. たくみさん、アンさん、ありがとうございました。So, Takumi-san, An-san, see you. Thank you very much. はい、この後。Thank you. Thank you, interpreters. ありがとうございます。But don't go yet.